信じるっていう言葉を聞くと何を想像しますか？子供の時に信じていたものとかありますか？サンタクロースとか、またはもしスイカを食べてしまったらお腹の中でスイカが育つとか、こんな感じで子供の時に信じていたものは大きくなるにつれて変わったと思います。でも大人になってからも信じていたことはたくさんあります。中には考えもせずに信じていることもあります。例えばですね、椅子に座るときに椅子は自分を支えてくれると信じています。または通勤するとき、電車が安全に駅までたどり着くと信じています。銀行にお金を預けるときは盗まれないと信じています。少し立ち止まって考えると、私たちが信じていることはたくさんあります。でも例えばもっと抽象的なことだとどうでしょう？例えばですね、お守りを持ち歩けば成功や安全を得られると思っているかもしれません。または次の1年の祝福を受け取るために新年は神社に行くことが大事だと信じているかもしれません。あるいは正解は振動のプロセスを通して出来上がったとか、あなたの場合何を信じているのか分かりませんが、でも私たちが考えるべき重要な質問があると思います。私たちが信じているものは本当に希望を与えてくださるんでしょうか？もう一度伝えたいです。私たちが信じているものは本当に希望を与えてくださるんでしょうか？今生きている命への希望も次の命への希望も、例えばですね、お金持ちになることに望みをかけている人がいたりします。または素晴らしい結婚相手を見つけて素敵な家族を持つことに望みをかけている人とか、あるいはただただ健康で幸せな一生を過ごすことに望みをかけている人。でもですね、仕事を失ったらどうなるんですか？せっかく貯めてきたお金が少しずつなくなってきたら、結婚したいのは良いものの相手が自分と離婚したら、せっかく築いた完璧な家族が少しずつ崩れてきたら、または病気になったら、あるいは自分を幸せにすると思っていたものすべてを手で入れた後で、それでも幸せじゃないことに気づいてしまったら、そうなったらどうしますか？このように希望を見出そうとすると、結局はがっかりすると信じています。それは私たちが生きている世界は壊れているからです。不完全なんです。不完全な人に溢れているんです。私たちをがっかりさせて傷つけるような不完全な人に、もしかしてあなたも誰かに傷つけられてがっかりさせられたかもしれません。もしそうだとしたら、どこに本当の希望を見つけますか？じゃあもう一度ヨハネ3章16節を読みましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が、今日はですね、今読んだ最後のフレーズに着目したいと思います。それは御子を信じる者が、御子と書かれていますが、誰を指しているか分かりますか？イエス様です。イエス様は神様の一人子です。これは日本語ではっきり書かれているのか分かりませんが、英語ではイエス様を信じる人は誰でもと書いています。誰でもイエス様を信じることができるんです。どこの国の出身でも構わないんです。そしてどういう性格の人、どういう気質の人であっても関係ないです。イエス様は自分のもとに来る人を誰でも歓迎するんです。そうすると信じる
ってどういう意味なんだろうかっていう質問になりますね。これも希望とか愛とかと一緒で信じるにもより深い意味があるんです。ヨハネ3章16節では信じるというのは何かや誰かに信頼しきるという意味なんです。椅子に座ると一緒で、椅子に自分の体重をすべて乗せるんです。支えてくれることを期待して。信じるっていうのはそういう意味なんです。信じるっていうのは何かが真実だということを強く確信することなんです。何かや誰かを完全に信頼すること。僕の T シャツにも書いてありますね。主に信頼せよ。イエス様を信じて信頼すること。それだけが本当の希望のもとになるんです。それ以外のすべては失望に終わるんです。でもどうやってイエス様を信じることでどうして本当の希望をいただけるの？シリーズはもう少しで終わります。それまでに必ず答えることを約束します。ぜひ最後まで見てみてください。そうするとどうしてイエス様がどうして信じるすべての人の本当の希望なのかを知ることができます。じゃあその時まで今回も見てくださってありがとうございます。またね。